した保水性って言って、いっぱいでかいですよね。ほぼ1斤分なんで。めっちゃいい匂いする。食べたことないです。これは卵食べてるみたい。特徴はまず一つが材料が全部リッチっていうところが特徴としてはあります。生地に使ってるココアパウダーも純正のカカオパウダーを使ってるので、本当にこうカカオパウダーと牛乳で割ったら美味しいココアができるようなものを使わせていただいてて、あと生地が柔らかいのでしっとりした保水性って言ってしっとりを保ってくれるので、練乳を入れて練乳のちょっとまろやかな甘みにしてます。これがクーベルチュールというチョコレートでして、洋菓子などではよく使われるんですけど、ちょっとリッチなチョコレートです。最低でこれが1カップで 100g あるんで、カカオが 60% って僕が思うにカカオの香りがして苦すぎず食べやすいっていう。今から蓋を大体どれぐらいで焼き上がるんですか？40分ぐらいです。
パンの焼き上がりの小麦の香りもそうなんですけど、うちの生チョコブレッドはこのカカオの香りっていうのがちょっと独特で、中のチョコレートですね、その香りがこうふわっと焼き上がった時に漂うのが特徴でもあります。店頭では1日100機くらい出てるのが、忙しい時で、1日で一番売れた個数でいうと今年の4月に新宿高島屋さんでイベントさせていただいて、その時に出たのが1日400機チョコレートの食パンだけで出ました。休む間もなく生地を焼いて発酵させて焼いて発酵させてで、ギリギリ400機みたいな感じで。何年になるんですか、ここで働いてる。1年ぐらいパン屋経験があるんで、いろんなところへ行ってるような感じ。他のパン屋だったら焼くところは焼く担当がいたりとか、そのミキシングはミキシングで1人ついてたりとかするんで、ここはこう自分で全部できるんで楽しい。バケットがちょっと昨日うまく焼けなかったんですけど、今日綺麗に焼けてて、リカちゃんが焼いてくれたんですけど、結構綺麗にこのクープって言って割れ目があるんですけど、ここがしっかり割れてるバケットは、なんか発酵具合だったり生地作りがうまくいった証拠でもあるんで、この今パチパチって音聞こえますかね。これフランスでは天使の拍手って呼ばれてるみたいで、うまく焼き上がったバケットにこうパチパチパチってしてるような音が、でもそれは単純にこう綺麗にこうパンが割れて中の水分がこう蒸発していく時になる音なんですけど、嬉しいですもうこれだけが生きがいやけ、綺麗に焼けることが、もうなんか元気がない感じやったらもうその日ダメだって自分もちょっと落ち込んだりするパン作りの魅力ってどういうところですか。そうですね、僕自身が勝手に感じてることでもあるんですけど、ちょっとまず奥深いなんかレシピにしても、本当そのシェフが作ったレシピがもう無限にあるような今状態なんで、その奥深いところも面白いですし、同時にパンって、ちょっと諸説あるんですけど、1万年の歴史って言われてて、1万年も前からすごいですね。それに、携われてることはなんかこう楽しいし、ちょっとロマンがあります。うちのドーナツの生地はブリオッシュ生ドーナツって言ってるんですけど、卵やバターが入ってちょっとリッチな生地なんですけど、油がこう吸いすぎてベチャってなったドーナツが苦手で、時間が経ってもこう油をこうあんまり吸わなかったら美味しく食べれるんで、高温で揚げることで周りとのコントラスト、このちょうど真ん中のこの白いラインがホワイトラインなんですけど、これがなんかあった方が可愛いですよね。パン作りはいかがですか。そうですね、ちょっと大変なこともあるんですけど、お客様の喜ぶ笑顔とか見たら嬉しくなって、どんどん
美味しいものを作ろうと届けようと思います。好きですか、パン作り。大好きです。食べるのも好きなんですけどこちらがアールグレイのスコーンにレモンのアイシングを乗せたスコーンになります。これはアイシングといってお砂糖のコーティングになるんですけど、レモンの風味をつけてるので今の季節はすごく人気の商品になってます。難しいです。なんか何が正解なのかいろいろ時々によって変わるので、それを形になったら面白いですよね。焼けた時。明太フランスになります。私は明太フランスが好きなんでいっぱい塗っちゃいます。しみしみの方が美味しそうに見えますよね。塗りすぎて怒られないかな今ちょっと不安になりました。やつちょっとしてみたいんや。2日かからんやけど、トゥーコンで良さそうなんやけど、トゥーコン逆に迷惑。メロンパンだけ丸パンから取らずにメロンパンの生地で仕込むとして、そう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 。でこんな感じの味のあれで。これアイスってブロックアイス。いや、普通の1リットルとか2リットルとかで入るタッパーのやつあるやん、はい、あれをもう切って、例えばこれはさ、ミルクアイスってちょっとよくわからん俺もなんかこう岩塩入った生クリームみたいな、ちょっとリッチなメロンパンアイスみたいな、その普通のメロンパンにバニラアイスだけじゃなくて、あ、これカバーやろ、と一緒に混ぜて。いかがですか、なんか新製品のはい、こういうのに関われるのってすごい貴重やし嬉しいなと思います。そういう情報の共有とかしてもらえて、想像今はまだつかないですでもこの見た感じ、この他のお店にないような組み合わせもあるんで、このノートはもう、なんか全部ざっくりと全部書いてあるっていうか新しいレシピいろいろ試作する中でこっちに一回書き出して、大体どんな感じに、例えばドーナツなら口どけがいいドーナツにしたいけど油はあんま吸いすぎてないとか、一回レシピ書き落として、でその中で例えばこの材料入れるっていうのはこういう意味でとか、そういうのも含めて、でそのままスタッフさんに共有させてもらってて、そしたらなんとなく意図も伝わるし、レシピだけじゃなくていろいろお店のことが書いてあるノートです。ネタ帳ですね、僕の。
今は百貨店にパン商品を持って行ってます。なんかパン屋さんやりたいなってなりたいなってちっちゃい頃から思ってたわけじゃなくて、僕が大学の時に東京の方に行って法政大学の法学部に入学したんですけど、弁護士になろうとか思って司法試験の勉強を、対策してたんですけど、ちょうど1年生が終わった冬ぐらいですね、コロナがあって、母親がやってた飲食業カフェがメインだったんですけど、パンケーキのお店のルサルカっていう店と、あとスピカクラシックケーキっていう洋菓子のお店があって、どうしてもやっぱその打撃っていうのがあって、コロナで僕も福岡に戻ってきてたんで、実家でちょっと勉強しながら、で親の飲食手伝いながら、パンの方が忙しくなってきて、それもいいことではあったんですけど、なんか僕がそんなに器用じゃないからパンやって大学やってっていうのができればよかったんですけど、なんで3年生のタイミングで大学を辞めてお店に、熱注ごうと思って、大学はそのタイミングで辞めましたね。生チョコパンが一番人気ですね。温めて食べても美味しいんですけど、もう私はそのままガブって食べるのが好きです。はい。ありがとうございます。私は初めて来ました。友達の SNS をちょっと見せてもらって、それでそのパン生チョコブレッド今なんかバズってるみたいな生チョコブレッドがすごい素敵だなって思って、とろってなる様子がすごい美味しそうだなって。今日は日田からです。このためだけに。そうですね。すごい。めっちゃチョコいっぱい。すごい。美味しい。チョコレートとめちゃくちゃ合う。ふわふわでもちもちで美味しい。でかいですよね。ほぼ1斤分なんで、1人で全然食べる人いるんですよ。
ちゃ美味しい。美味しいよね。めちゃくちゃ美味しいです。めっちゃ美味しい。幸せです。大阪からしたインスタグラムで告知を見て、それで美味しそうだなってなって、王様のフレンチトーストを見てきました。バターも乗っててめっちゃ美味しそうで、甘くて美味しそうやったんで。めっちゃ大きいです。めっちゃめっちゃ分厚いですよね。いや、めっちゃサックサクですね、外側が。今すいません。ふわふわです。はい、食べたことないです、これは。やば。とろっとろ。卵食べてるみたい。Where come from? Taiwan. Delicious. Delicious. Yes. Okay, thank you. Good. 영수증 드리는 거죠. How taste? 완전 비슷해다. 아니야, 짱 어이씨. 짱. 맛있지? 아, そう女の子のね。そう。大きくなって。ちょっとダイエット頑張ってます。いかがですか、こちらのパンは。いや、美味しかった。本当に美味しかった。なんだろう、新食感ですよね。そう。オープンしてすぐ働き始めました。パンの匂いに囲まれて、いい人たちに囲まれて楽しく働けてます。おすすめの商品は何でしょう。ベーコンエビです。歯ごたえがありつつ、なんかベーコンも贅沢に1枚使ってるので食べ応えがあるのですごく好きです。ドーナツ生地がもちもちしてるからとっても食感がいいからです。つい最近出たブリオッシュドーナツのレモンがおすすめです。レモン風味がしっかりしてるので、こう少しレモンとかじゃなくてもしっかりレモンの味とその甘さがちょうどマッチしてて、爽やかかつ甘いドーナツになってて、その生地もすごい美味しくなっております。おすすめはモカバターっていうパンなんですけど、コーヒー味の上にクッキー生地みたいなのが乗ってて、ちっちゃくて安いんですけどすごく美味しいです。娘が生チョコ大好きなんですよ。7歳です。買っていったらやったーって言って朝いっぱい食べてます。
まあ、僕がパン屋さんをこう続けられてる理由にもなるんですけど、こうやっぱパンって100円とか200円とかで焼きたて食べた時の感動だったり美味しいっていう、まあ、そのお客さんのこう笑顔になれる瞬間っていうところがパンやってる理由で、まあ、気軽に買える食品で200円でうまっていうのが、まあ、なかなかないと思うので、パンの美味しさともちろんそのために安心して食べてもらえるように、もちろん衛生面もそうだし食材のところでも引き続きこう気を使っていって多くの人に届けれるように頑張っていきたいと思ってます。